よう、そこのチミ。チミ。茨城県といったらだるま納豆。こちらが納豆ハヤシライスです。初めてのあんこう鍋です。なんだこれ。芋は最後じゃなきゃダメなの、私は。一番楽しみにしてるんだから芋。温かくて平和な日だ。なかなか食べられないからこそ嬉しいのもあるし。多分場所的にもっと向こうだとは思うけど、あ、そうなの？一応向こうからの方が綺麗に見見えるえるんやろ。かもしれない。わからないな。でも雲があるね。そうなんよ。のとこは見えないね。残念ながら。もう今出てるんだろうけどね。そうね、あと5分ぐらいやるね。日の出は何年ぶりですか？見るの。夕日は見ましたけど、佐渡で。初日の出ぐらいしかないから2、3年前じゃないか。キャンプしてでもわざわざ日の出見える場所で日の出見ようって時少ないですもんね。綺麗だったね。めちゃめちゃ綺麗だった。鳥居の中に朝日がうまく入るのにはまだ早いみたいで、冬至の日にはすごく綺麗に入るみたいなんだけど、十分上がりきった後鳥居の真上にね上がっててすごい綺麗だったし、日で上がった瞬間にもう空が真っ青になって色がね太陽に全て吸収されたみたいで、今日は風も吹いていなくて、最高の日の出日和でした。2024年を締めくくる綺麗な日の出が見れたと思う。俺たちが締めくくるね。まだ12月16なので終わりではないんですけど、もう日の出は見れない。寒いもの今日も一日照らしてください。いつもありがとうございます。皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは教師と看護師を辞めて日本一周している夫婦です。現在茨城県です。先ほど綺麗な日の出を見てきたところなんですが、今回はグルメ旅ということで茨城県の食べたいグルメを食べながら、あと観光地にも立ち寄っていきたいと思います。はい、早速ですが北海道1年ぶりのセイコーマートにやってきました。はい、セイコーマートとは北海道にありますローカルコンビニでございまして、茨城県には80店舗ほど展開しています。関東圏ではあと埼玉県にもあるんですけど、他の場所にはないので嬉しいところです。一発目のグルメというか、コンビニ飯として食べたいと思ってます。早速買ってきました。安くて手作りで美味しい、それがセイコーマートです。何度も食べていたおにぎりですね。ベーコンおかかと美味しいね。塩サバにしました。他のホットスナックについては1時間後しか出来上がらないということだったので、もうまた行きたいと思います。そうです。ポテトとか唐揚げとかも美味しいんですよ。でもなかったからね、今回は。あとはこちらチキンたっぷりペペロンチーノ138円とピリ辛ザンギ焼きそば170円です。ということで今回も最後まで見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今回もいただきます。いただきます。懐かしいな。北海道の人は毎日食べてるものなので毎日は食べてない。どんなにスーパーがないって困った時でもセイコーマートには助けられた覚えが本当にあります。いただきます。美味しい、大きくて。節約旅をする人たちにとっても味方になるよね、セイコーマート。茨城にいる間にあと最低2回は行くかな。行きたいね。よう、そこのチミ。チミ？うちの欲しいもん買っていけよ。おいくらですか？何言ってんだ、ここは欲しいも神社だぞ。ただに決まってんだ。本当に欲しいものがすべて手に入る神社。そう、ここは欲しいも神社。そのバイク動くんですか？強そうな姉ちゃんがなんかしてる。じゃあ欲しいものいただきます。
干し芋神社は令和元年創建ということです。干し芋の絵馬と海が見える日本一小さな芋畑、こんなのがあるんだ。引用のご神木、干し芋自販機、黄金のバイク干し芋号。もう一回乗っとかなくて大丈夫？乗りたい。乗ってみてよ。乗り心地いいんだよ。乗り心地いい。バイクと自転車でご参拝の方は参拝記念シールをもらえるんだって。似合わない。それっぽい？似合わない。似合わない。チンピラ感がちょっと足りないよ。やだ。なんかいそうだけど、そういう乗り方してる人絶対もうさ、これ平成生まれの考えです。ふわってしてるやろ。うん、乗り心地よかった座るところめっちゃ気持ちいい。日本一小さい芋畑は今ツリーですクリスマスツリーでした。綺麗な海が見えてる。こちらは海苔付けしなくていいようにシールになっているそうです。と欲しいものがすべて手に入るということで。ここじゃなくてもって俺思うんだけどな。いや可愛いんだと思う。ほら欲しいものお守りじゃーん。可愛いでしょ。確かにこれはここでしかね買えないと思ったから。こういう形のやつはね。もう芋大好きな人としては嬉しいなんか場所でした。干し芋神社が向こう側にあって。で実際は堀出神社ってところの敷地内で、これじゃなくてこちらの神社の干し芋ももちろんあります。堀出神社がもともとはメインだったんでしょうけど面白い場所でした。ちっちゃくて可愛いところでした。細かなデザインみたいなのも可愛いと思うよ。ところどころのね。茨城県といったら納豆、だるま納豆、だるま納豆といったら納豆ということで、だるま納豆ハヤシオムライスを食べにやってきました。はい。もう水戸市まで移動してきてます。はい。こちらが目当てでやってきました。その隣の1日限定10食の卵のビーフハヤシオムライスも美味しそうですね。駐車場はありませんので、僕たちはすぐそばのコインパーキングに停めました。60分200円でした。こちらが納豆ハヤシライスです。おー、美味しそう。ちょっとのこだわりが素敵やな。ソースの付け方も。まろやかな口当たりで、あったかいからかもしれないけどクリーミーなオムライスになりました。納豆の匂いとかは全然気にならないけど、普通に美味しいハヤシライス。ちょっとこのハヤシライスのソースが納豆全然邪魔しない。納豆だけで食べたらもちろん納豆を感じるんだけど、ネバネバが邪魔するとか、納豆の味がオムライスを邪魔するとかもない。卵が結構分厚くてふわふわ感が絶妙なふわふわ。美味しい。臭みがないように感じる。そうだね。これ自体はすごくうまい。納豆好きな人は絶対ハマるし、納豆嫌いでも俺は好きだと思うけどな。全然納豆が邪魔してない。ネバネバはすごく弱めだから食べやすいよね。すごいしっかり美味しかった。よかった。ごちそうさまでした。美味しかったです。
私たち初めてのあんこう鍋です。人生初だね。人生初、見たことも食べたこともないあんこうです。もうすでに入れてくださったんですけど、こちら醤油ベースの鍋になってるらしくて、焼き味噌にあんこうの肝が入ってるんだって。でこちらの店を選んだ理由としては、ここだったら1人前から選べるっていうところ。あんこ鍋ってすごい上等なものらしくて知らなかったけど、これでも4100円です。1人前を注文しました。それ以外にあんこうであるのは、これがあんこうの、これが身だね。で皮芋の入った味噌、これが胃袋か。胃袋で、これがエラ、そしてここがアラ、であと卵巣、一番てっぺん、あんこの肝、これだ、余すことなく全てを食べられるのがあんこうの鍋の特徴だそうです。あんこうの特徴、俺らも知らなかったんですけど、食べられるのはメスだけだそうです。あんこうのメスは1メートルから2メートルぐらい大きくなるらしいんだけど、あんこうのオスは10センチぐらいちっちゃいんだって。すごくちっちゃいからメスに噛みついて、そのまま全部吸収されていって、最後精巣だけ残って、最後それで産卵することができるっていうのを今回初めて知りまして、超衝撃的事実だから、オスにも感謝してメスをいただきたいと思います。西はフグ、東はあんこう鍋って言われてるんだって。フグ鍋も食べたことはないけど、フグ刺しはあるか、ちょっとだけ、初めてのあんこうだよ。ほんと肝どこに消えちゃった？溶けた？肝はどこだ？肝の気持ちになって考えましょう。消えちゃったね、肝。はい、入れた？肝。いいよ。それではあんこうさんの命に感謝いただきます。結構見た目淡白そうだけど。そうだね。なんと言うんだ。初めて見る。ポロって崩れる感じの、ポロッとしてて弾力はちょっとあるみたいな。あんこう鍋は食べやすくしてあるもので、本来は漁師飯であるどぶ汁っていうのが本来元祖みたいな、どう違うのかは分かんないんだけど、あっさりのお醤油ベースのスープにすごい美味しい。あんこうの肝美味しいよ。あ、これだ。はい、すごい。全然癖がない。ベアス。なんだこれ。コリコリしてない。コラーゲンではないけど、ブリンブリン。あんこめっちゃ食べやすいんだな。美味しい。これ好きです。なんだこりゃ。骨の周りにプルプルっていうよりかコリコリ。すごく弾力のあるコラーゲン食べてるみたい。皮の部分食べてみるね。あらまあ、これうめえわ。あっさりしてる。すごく。全然癖ないし、このあんこうの食感を楽しめる。プリプルだ、プリプル。正しい表現分かったぞ。他のも食べるのが楽しみになったな。これがもじゃもじゃしてる。美味しいね。卵巣も入れてみますよ。卵巣お願いします。待って、これ嫌いな人いないやろ。身自体の何の癖もなくて、すごいな。割と食感がしっかりあるというようなイメージ。貝のコリコリと魚のふわふわの中間ぐらい。弾力があるということを言いたいみたいです。すげえ、これ食べてよかった。よかったね。正直お鍋だしな、なんか想像つくんじゃないとか思ってちょっと舐めてました。しかもアミはあんこう鍋って勇気いるなみたいな。そう、癖があるものだとなんとなく思ってしまったのね。そのフグ鍋って聞くとフグ鍋とかって思うのに、やっぱあんこって食べたことない未知の世界すぎて、どんな味でどんな匂いがするとか、本当に分かんなかったから、いやすごく美味しくてびっくりした。本当にいい意味で期待を裏切られた感じで。シャモの釜飯が来ました。オープン。たっぷり入ってる。美味しそう。とお味噌汁とこのものもついてきます。シャモの釜飯もいただきたいと思います。シャモとは鶏ね、鶏肉。食感がしっかりしたお肉だね。筋肉質な引き締まったお肉。そうかもね。釜飯自体がうまい。優しい味で、どっちも上品なんだけど、なんか
か幸せだなって思ってる。噛み締めてたな。いや、あんこう鍋は絶対食べれないと思わずに食べた方がいいと思いました今回。それが卵巣だ。胃袋みたいな見た目をしている。卵巣の感想をお願いします。卵巣の感想、はい、これは前も同じような表現をしたけど食べたらわかる。湯葉みたい。これでも湯葉みたいなんだ。すごく薄いから柔らかくて美味しい。柔らかい。エラだけ見た目がちょっとグロいみたいな。こいつが一番コリコリしてるかな。コリコリ、プチプチ、シャキシャキ、シャキシャキ。面白い。美味しい。ごちそうさまでした。最後まで幸せな時間を過ごすことができました。Your wildest dreams, 'cause right now we've got everything that we need. No time to waste, no better place to be, 'cause we could wander as far as the eye can see. I wanna take you with me. Where do you wanna go? Imagine the way it could be if life was an open road. Come on and take it easy. See the whole world up close. Let's get lost in the great unknown. Today is too short not to take every chance, and I think we should do it all while we can. So follow my lead, pick up your feet and dance. It's never too late to tear out the page. Let's make a change of plans. I wanna take you with me. Where do you wanna go? Imagine the way it could be if life was an open road. Come on and take it easy. See the whole world up close. Let's get lost in the great unknown. 2日目の朝です。おはようございます。おはようございます。今道の駅常総というところに来ています。こちらでは世界一数を打ったメロンパンが売っています。茨城県はメロンの生産量が日本一ということもあって、メロンの他にこちらのメロンパンも有名です。こちらのメロンパンは平日でも関係なく行列ができるお店みたいです。1日4回ぐらい焼き上げるみたいなんだけど、私たちは9時台のメロンパンをゲットしてきました、はい、チョコとお芋とか期間限定みたいなちょっと数の少ない分はすぐ売り切れちゃうけど、普通のメロンパンと世界一売れたというクリームメロンパンはたくさん焼いてくださっていました。早速ですがいただきたいと思います。今回は自分で焙煎したインドネシアトラジャです。苦めのコーヒーにしてます。ちょっと酸味もありつつのちょうどいいぐらいの苦味です。では大好きなメロンパンがいっぱい並んでます。どうぞ。普通のメロンパンからいきたい。私このクリームからいってみて。これが人生の中で一番食べてきたパンといえばメロンパンですから。そうなんだよね。わお、うまい。ザクザクよりのサクサクで外がふわっとしてる中が、それがすごく美味しい。うまい。クリームが美味しい。まずクリーミーだね。マフィン型になってるんですけど、下の部分がふわふわでちょっともちっとしてて、上の部分がこうザクザクってしてて、クッキーみたいな感じで、これはペロッと食べられるね。あららららメロンが生産量1位って書いてるけど、メロンパンってメロン使ってんのかな。使ってる感じはないけど、それにちなんで作ってんのかな。でもね、世界一で売れるぐらい美味しいパンってことだよ。バニラ派かチョコ派かって言われたらチョコが大好きな僕です。雑談ですね。まずさっきと一緒で外側がすっげえうまい。私もチョコ食べてみる。芋食べる。芋は最後じゃなきゃダメなの。私は一番楽しみにしてるんだから芋。
クリームも甘すぎないから全体的に完璧なんだな。なるほどね。確実にこれは美味しいパン屋さんのパン。ただ甘いだけじゃない、食感も最高のメロンパン。俺は超気に入った。クッキーの部分薄めで、それが軽さを演出している感じ。そうだね、薄めだ。かなり薄いのにこのカリカリ食感がいいね。へえ、初めて食べたこんなふわふわカリメロンパン。牛久大仏までやってきました。こちらはギネスブックにも登録されている世界最大の大仏さんです。なんと手のひらの上に奈良の大仏が乗っかるほどの大きさに相当します。遠くから見ると全然大きいんだけど、そこまで感じないよね。これ120メートルあるそうです。一番上まで。近くまで行けて体内にまで入れる窃盗料金のものをチケット買ったので中まで入ってみたいと思います。はい。今日は暖かくて平和な日だ。これね、平和な日はいつまでも過ごしましてというお祈りしております。めっちゃこれぴったり気持ちいいぐらいフィットしてる。確かに。の調査に行きます。無事帰還せよ。JAXA楽しんできます。おお、無事に帰還したか。無事に帰還した。こちらは2025年春頃まで調査に行くことは不可能であった。何を見てきたの？顔はめをしてきた。本日僕たちは牛久大仏と JAXA に行ってきましたが、牛久大仏は中の方は撮影できませんでしたので、自分たちだけで楽しんできました。大仏様の胸のあたりまで登ることができて、そこからは東京スカイツリーとか空が晴れてる時には富士山まで見える景色が楽しめました。1995年にギネスということで、ちょっと運命も感じる大仏でした。はい。JAXA の方は、残念ながら、僕らの調べ不足だったんですが、楽しみにしていた展示スペースっていうのは2025年の春頃までは今休止中っていうことだったみたいで、老朽化に伴って今新しく工事をしているみたいです。りょうくんは高校生の修学旅行で行ってるんです。私ももちろん同じ高校なのでこっちまで来てるんですけど、 JAXA じゃないところに行ってるんです。組が違ったので、そこが来れてなかったからすごく楽しみにしてたの。また来てねっていうことだと思って、またの機会にしたいと思います。最後のグルメということで買っておきました干し芋です。シルクスイートでいただいて終わりにしたいと思います。干し芋は宇宙食として成り立たないのだろうかね。成り立ちそうだけどね。黄金に輝く金塊のようです。ねっとりしています。いただきます。で、茨城県で干し芋が有名かっていうと、干し芋の生産量はトップクラスだね。ということらしいです。おお、うまいじゃん。なかなか食べられないからこそ嬉しいのもあるし、硬くなくて甘みもしっかりあって、すごく素晴らしいバランスです。このねっとり感が絶妙にうまい。お芋の味がしっかりする。割とみずみずしい芋だなって思ったんだけど、もっと乾燥してるのかと思ってた。美味しい。ということで今回は茨城県のだいぶ絞ったグルメ旅ということになりましたが、僕たちは食べたいものをしっかり食べて満足できたので、特にあんこう鍋は人生の中で食べてよかったって思える一品でした。食べなかったな、こういう機会じゃないとって思う。そうだと思う。高価なものだから避けつつあるところを思い切って食べたのが良かったなって思うし、納豆は自分たち好きだからまた買いたいと思うし、メロンパンも美味しかった。干し芋もね、なんかちょっとしたものが想像を超えてくるような美味しさだったので、また買いたいなっていうのがいっぱいありました。茨城ならではのものが食べられて大満足です。それでは今回の動画はここまでです。僕たちの動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。楽しかったです。しいもです。
さつまいものじゃあ中へ行ってきます。食べきりサイズやったら何個か買えるんやね。うん、この丸い形の丸々のやつは1個食べたくて、あとはシルクスイートは外せないですかね。あとはめっちゃいろいろあるの。でこれは450円で買えます。何この栗か玉乙女、歯につきにくく食べやすい。すっげえ芋。そうこれ泉っていう品種なんですけど、見た目からだとそんなに芋感ないかなって思ってたんだけど、美味しいですわ。美味しいですわ。なんか芋のザラザラ感が少しあるけど割と滑らかで優しい甘さの芋ですかね。焼き芋に使われているシルクスイートやったね。はいかがですわ。これはですな、うわしっかりですわ。冷凍焼き芋って書いてたね。甘いですわ。ああ、お甘いですわ。シルクスイートは甘さ控えめな感じがするな、これと一緒に食べると。へえ、ジェラート。ちょっと冷凍だと芯が口に残るかもしれない。口についてますわ。うまいですわ。全く揺れねえ吊り橋なのにそれ頑張ってる。あ、この人行きそう。ちゃんと頑張れ。うわ、やったー。おお、あんな風になる。うん、勢いよく行ってくる。スケさん、カクさん、これは閉めてください。やだもの、光るぞ。このところが見てくれるのか。いえ、私はただの隠居です。